はい、皆様こんにちは。今回のフライトレビューは、福岡から台北ですね。チャイナエアライン、CI111 のビジネスクラスの、フライトレビューをねしていきたいと思います。では早速ねチェックインしていきたいと思いますが、なぜかねシンガポールエアラインのチェックインも開始されてまして、今回残念ながらちょっとねシンガポールエアライン最近高くて乗れないっていうのがあるんですけど、今回はチャイナエアラインで、シンガポールまで帰ろうと思います。この動画はね台北までを、編集しておりますが、で、久しぶりの福岡空港発なんですが、レーン分けがされてました。5、6年前まではなかったんですけどね、プライオリティレーンがあって、早速チェックインを終わらせて、ただイミグレーションはね相変わらず、プライオリティレーンはなくて、みんな一緒ですよということで、やっぱりこの時期福岡ね混み合ってましたね。で、こちらね少し福岡メーカーを購入してレジで待ってますという状況なんですけど、ちょっとねレジの係員の皆さんの案内がちょっといまいちだったかなというのがあって行列になってましたが、で、早速ね福岡のラウンジ入りたいと思います。福岡空港はカルですね、大韓航空はプライベートラウンジ持ってますけど、それ以外はね、大体このラウンジ福岡っていうところを使うんじゃないかなと思います。でこのラウンジ福岡、僕は2回目かな利用するの、だったと思いますが、総じてね一言で言っちゃうとそんなに大したことないっていう、コメントで申し訳ないんですが、フードミールもねそんなになくて、今これミートボールと焼きそばと野菜のアヒージョだったかなを取ってきたんですけど、フードはあんまりありません。種類はカレーはありましたけど、ただ敷地っていうかねラウンジ自体は結構広いです。利用客に対しては結構ねシーティングエリアは広くて、ゆっくりできる空間にはなってるなと思います。ではねラウンジ出て間もなく登場ということなんですが、この日はね約1時間ぐらい遅れちゃったのかな、ディレイしてましたね。でこの搭乗ゲートの係員の方の案内もなんかちょっと時間ミスってましたね。一応僕指摘したんですけど訂正もなくっていう感じで、結構大事なんじゃないかなと思いますね。ミスアナウンスっていうのはね海外の方ももちろんいらっしゃいますので、ちゃんとね訂正した方がいいんじゃないかなとは思いましたけども、で早速ね登場していきたいと思いますが、僕はチャイナエアラインは結構思い出が深くてですね、人生で最初に海外旅行個人旅行した時にバンコク行ったんですが、その時に利用したのがチャイナエアラインだったんですね。で就職して最初旅行会社就職したんですが、その時も結構チャイナエアラインに乗る機会が多くて、で今回は初めてビジネスクラスを利用させていただきました。で機体はね A330 なんですが、なんか昔から A330 のようなイメージがあります。なんとなく若い頃からですね。機体はね機体自体は変わってるんでしょうけど、エアバス使ってるんだなっていう気はしますけど、やっとビジネスクラスにね乗る機会があってよかったなと思います。でこのフレッシュジュースですね、これ美味しかったんですよね。シャンパンとかではないですけど、このフレッシュジュースは美味しかったです。で、ホットタオルが、熱々だったんでちょっとなかなか握れなかったんですが、ね、で早速ねちょっと機内食の案内をしようかなと思います。で今回は、プレオーダーをお願いしてます。メールで案内が来ましたので、プレオーダーといっても今ねこの日本食写してるんですけど、この日本食か、洋食かどちらかを事前に予約で受け付けますということでしたね。なので、出てくるものは当日選んでもプレオーダー
でも出てくるものは一緒ですけど、品切れっていうのがねないということだと思います。で、これが、飲み物ですね。基本的なものを、置いてるなと。ちょっとねワインの銘柄とかそういうのはちょっとわからなかったんですけど、基本的にはアルコール、あとビバレッジですね、ジュース類も、ちゃんと置いてました。この日のね、ビジネスクラスの搭乗率はだいたい6割ぐらいですかね。6割なかったかな、5割ぐらいだったかと思います。でね、今回は福岡ね、ちょっと実家に1泊だけちょっと弾丸で、帰ってたんですけども、また戻ってきたいなと思いますが、ブリッジ離れていよいよ離陸となります。ではね、無事離陸しまして、今座席のね装備を映してるんですが、よくよく考えてみるとですね、僕が人生で初めて乗ったビジネスクラスが29か30歳の時だったんですね。おそらく2007年だったとは思うんですが、その時スカンジナビア航空のビジネスクラスだったんですけど、その座席とね全く一緒でした、装備は。で確かあの当時もエアバス330だったんで、ちょっと懐かしかったですね。でこれが、チャイナエアラインの、スリッパなんですが、ふかふかして履き心地良かったです。はい。で、食前酒、はいつもの通りジントニックですね。もう大概ビジネスクラス乗るときはジントニックが1杯目なんじゃないかという風な感じでございます。安定の味でしたね。でね、ほどなくして安定飛行に入ったら、すぐに機内食が配られますと。で、台北まではですね、和食にしました。日本で積むのか台北で積むのかはわからないですけど、とりあえずね日本初なので和食にしてみました。はい、ではね、前菜からねちょっと食べていきたいと思います。でこれはほうれん草と人参のおひたしっていうことで、結構ね先に言うと全体的に品のあるっていうか上品な味付けでしたね。どれも薄味というよりも品の良い味付けでしたが、このおひたし冷たかったですけど、そこそこ美味しかったですね。でこれがエビのうま煮、このうま煮も味付けがほんとね軽くされてるような感じでしたね。はい。でこれがそら豆の白あえなんですが、この白あえ美味しかったですね。薄味ですけど、僕白あえ好きっていうのもありますが、これは結構美味しかったですね。で、合鴨ですね。これはねソースとかはなくてそのまま食べましたけど、で、ふき煮ですね。梅風味って書いてありますけど、そうですね、全体的にちょっと冷たいなっていうのはありましたが、どうでしょうね。イカの黄身焼き、こういうのもね結構美味しいっちゃ美味しいんですけど、ちょっと冷たいのでその辺がね例えば S q だとかその辺の和食とは若干違うのかな。もちろんね日系の航空会社とは比べたらダメだと思うんですけど、ちょっと冷たすぎる一品もあったので、その辺ね少しあったかくなればいいかなとは思いました。
でこれが、煮物ですね。季節野菜の煮物ということで、品の良い味付けというか、塩辛くないのがいいですね。逆にね、家庭っぽくない、ちょっと料亭っぽい味付けという感じになってました。でね、福岡台北って2時間半弱で着いちゃうんですよね。なので、こういった、ワンプレートに乗って、提供されるんですけど、2時間半でかつですね、チャイナエアラインのビジネスクラスって他社よりもちょっと安めなんですよね。で、それを考えると、十分なというかね、十分な機内食だったと思います。はい。でこれがメインですね。姫鯛塩麹焼きっていうことなんですが、味は良かったんですけど、これもね、料理が冷たいので若干ちょっと余計に生臭みを感じたかもしれません。もうちょっとあったかいとこのウグイスあんのね味も生きて、ちょっと良かったんじゃないかなとは思いますが、ちょっと冷たかったので、その辺がねちょい残念だったかなと思います。で一つね、あと CA さん、キャビンアテンダントさんのことをお伝えすると、やっぱりチャイナエアラインって日本に結構数多く路線を持ってるので、CA さんもどちらかというとね、一生懸命日本語で対応してくれようとしているというかですね、喋れるまではもちろんないんですけどね、名前を伝えてくれたりとか、いろいろとね、ホスピタリティが結構素晴らしいなと思いました。で後日ね、台北シンガポールの動画も配信するんですが、それも含めてその CA さんもホスピタリティはね素晴らしかったんで、思い出深きチャイナエアライン、私は結構好きな航空会社の一つですね。エバー航空とかね、最近の台湾ではスターラックスっていうね、新興勢力もありますけど、台湾のねエバーも結構ねいい航空会社というか、私の中では結構イメージがいいので、台湾系の航空会社はいいのかなってちょっと思ったりもしますよね。いつかねスターラックスにも乗ってみようかなとは思ってます。でずっとね動画の方はデザートを映しておりますが、フルーツはどっちかっていうと普通でした正直で。このおまんじゅうはね最後日本を思い起こさせるような、基本的な黒糖のおまんじゅうで、僕は結構好きでしたね。てなわけでですね、いよいよ、久しぶりの台北が見えてきましたね。台北行くのは本当にでもそれでも 6,7 年ぶりですかね。6,7 年ぶりの台北が見えてまいりました。でね、福岡台北のビジネスクラス、総括しますと、機内食はねちょっと冷たいというか、冷たすぎる部分もあったので、そこはねちょっと残念でしたけども、2時間半弱の飛行でね、フライトで一生懸命和食提供してるなっていうことも思いましたので、そこそこ良かったんじゃないかなと思いますね。あと温度管理だけもうちょっと暖かかったらいいのかなと思います。あともう CA さんのねホスピタリティですとかウェルカムドリンク、あとお酒ね、今回ちょっと映してなかったんですけど、お酒もね良かったと思います。ちょっとねエバー航空みたいにワインがどうこうみたいなのはなかったですけども、チャイナエアラインらしく提供していただけたんじゃないかなと思います。では最後にね、海上運賃フレートなんですが、今回福岡シンガポール、台北乗り継ぎなんですが、片道1200ドルぐらいでしたね、スカイスキャナーで。半年前ぐらいに予約すればもうちょっと安いのかもしれませんけど、安くはない
とは思います。最近ね、もう本当最近のどの航空会社もちょっとね高いというかね、結構運賃はアップしてるので安くはないですけど、片道ね利用されても面白いんじゃないかなと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。